韓国のおばあちゃんは今、命が危険な状況です。先日僕は急いでプサンの病院に行きました。おばあちゃんに会うためです。いつ何か起きてもおかしくない状況でした。体はほとんど動かない。言葉もほとんど出ない。正直、ものすごい衝撃でした。そして僕はその時、人生についてすごく大事なことを考えました。今日はそれを3つ話したいと思っています。1つ目、おばあちゃんに会って受けた衝撃。2つ目、人間は最後どうなるのか。3つ目、僕が人生でやりたいことです。よかったら最後まで聞いてください。まず一つ目、おばあちゃんに会って受けた衝撃を話します。今回僕は妻と一緒にプサンの病院に行きました。病院のエレベーターを降りて、静かな廊下を歩いて、おばあちゃんの病室のドアを開けました。その瞬間、僕は言葉を失いました。ベッドの上におばあちゃんが座っていました。でも、ほとんど動かない。体は痩せ細って、背中を丸くなって、ただ前を見て、ぼーっと座っているだけでした。僕が覚えているおばあちゃんは、こんな姿じゃありませんでした。3年から5年前に会った時のおばあちゃんは、本当に元気だったんですよ。朝からキムチを切って、鍋をグツグツ煮て、ご飯を食べたのって何回も聞いてくる、典型的な韓国のおばあちゃんでした。でも今回その声はありませんでした。僕が病室に入っても、おばあちゃんは僕に反応しませんでした。僕はベッドの横に行って何回も話しかけました。おばあちゃん、僕だよ、パクだよ。それでも最初は反応がありませんでした。でも何回か声をかけ続けていると、ようやく小さな声で短い言葉を出してくれました。その瞬間、まだ分かってくれているんだ。胸がいっぱいになりました。そしてその時、僕は妻を紹介しました。おばあちゃんは僕の妻に会うのは初めてです。僕はおばあちゃんに言いました。おばあちゃん、僕の妻だよ。すると、おばあちゃんはゆっくりと妻を見て、小さな声で言いました。ありがとう。ありがとう。来てくれてありがとう。何度も何度も言いました。その瞬間、妻も僕も胸がいっぱいになりました。僕は思いました。間に合ったと。おばあちゃんは体調が悪くて僕の結婚式には来れませんでした。でも人生の最後の時間に僕が結婚したことを伝えることができた。それだけでも本当に良かったと思いました。人っていつまで同じ姿ではいられませんよね。僕は頭では分かっていました。でも目の前でその現実を見るとこんなに衝撃なんだなって思いました。2番目の話、人間最後どうなるのかって話なんですが、正直に言うと僕はこれまで身近な人の死っていうことをあんまり経験したことがありません。ニュースやドラマでよく見るんですけども、病室で人生の最後の時間を迎えている人を見る。これはですね、テレビとは全く違っていました。病室の空気って独特なんですよね。静かで時計の音だけが聞こえる。廊下には点滴の機械の電子音だけが小さくなっている。その空間にいると自然と考えてしまうんです。人間って最後どうなるんだろう。おばあちゃんは体は本当に大変そうでした。体を自由に動かすこともできない。長い会話もできない。でもですね、一方で僕は感じていたんですよ。精神だけは残っていると、妻を見てありがとうと言った時に、あの言葉にはちゃんと気持ちがありました。人間って最後、いかにお金を持っていても、いかに世界で有名でも、最後はベッドの上で体が動かなくなる。これは人間という生き物の共通の運命なんだと思います。でもですよ、精神だけが残ると思うんですね。だから僕考えたんですよ。もし僕が人生の最後の時間を迎えるとき、どんな気持ちでいたいんだろう。ベッドの上で体が動かない。もしかしたら1日だけじゃなくて数ヶ月、1年、5年間、その時間が僕にも訪れてくる。その時僕は何を思うんだろう。お金もっと欲しかった。あの車買いたかった。そう思うのか。多分違うと思うんです。人間って最後は精神の満足、これをやったっていう精神の満足が残ると思うんですね。そこで3番目、僕が人生でやりたいことの話をして終わりにしたいと思います。おばあちゃんを見て僕ずっと考えていました。僕は人生の最後の時間にどういうことを頭の中で考えて幸せな気分になりたいんだろう。どんな気持ちで死を迎えたいんだろうってことですね。もう人間は全部 100% 死ぬんです。僕は頭に浮かんだのは一つのことでした。日本と韓国の関係だったんですね。僕は韓国で生まれて今日本に住んでいます。日本に来てもう9年超えています。東京大学で
で学び、日本で生活して、日本の人たちと仕事をして、本当にたくさんのことを学びました。だから僕思ったんですね。人生の最後にベッドの上で横たわっている時、日本と韓国の関係を少しでもよくできた。そう思えたら僕は満足して死ねると思いました。もちろん国と国の関係を変えるのは簡単ではないですよね。インパクトを残したいなら大統領になって条約を結ぶ、外交官が交渉する。それは日韓関係を良くする大切な大きな仕事だと思います。でも僕はただ日本に住んでいる一人の韓国人です。だからこそ僕にしかできないこと、小さいことでもコツコツやっていきたい。例えば、日本で普通に誠実に生きること、周りの人に迷惑をかけないこと、そして日本の方が僕を見てこう思ってくれたら嬉しいと思いました。彼は韓国人だっけ？いい人だったなと。たった一人でもそう思ってくれる人が増えたら、そしてそれが僕だけじゃなくて、日本に住んでいる韓国人も一人一人同じ行動をして、それを増やしていければ、それは小さいことですが、確実に未来に関係は良くなると思うんです。そしてもう一つ、僕は今こうやって YouTube をやっています。このチャンネルでは日本と韓国の文化の違いを正直に楽しく伝えていきます。そして将来、会社や仕事の中でも日本の企業と韓国の企業をつなぐビジネスをしてお互いに儲かる。そういうことができればすごく嬉しいことだと思っております。日本と韓国が仲良くなる方法は政治だけではありません。人と人です。僕はそう思っています。僕は今28歳であと50年以上あると思っております。長いようできっとあっという間で終わるでしょう。この50年間で僕は僕に与えられていること、どこまでできるのか正直わかりません。でも一つだけはっきり言えることがあります。僕は日本と韓国の両方からたくさんのものをもらいました。だからこの2つの国をつなぐ人生を生きたい。この2つの国を良くする人生を生きたい。それが僕に与えられた使命だと思っております。そして最後におばあちゃんのように幸せな人生だった。そう思いながら眠るように人生を終えられたら、それ以上の幸せはないと思っております。皆さんはどんな使命を抱えて生きていますか？コメント欄でぜひ教えてください。以上、パクンでした。アンニョン。